世界中の皆様こんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちら未生10年の山もみじ植え替えをやっていきます。今までの植え替えを結構サボっていたので根がちょっと大変なことになっていました。今年から犠牲種はまだ伸ばしつつ浅い鉢に入れて粘りもしっかり作っていこうと思います。上の方の根は傷つけないように丁寧に表土を落としていきます。前回の植え替え自体はそんなに前ではなさそうな土の崩れ方ですね。底の方の根はがっつり落としていきたいと思います。一旦長い根は切って見えやすいようにします。ここでなんか違和感を感じています。とりあえずパッと見で太い根を切っていきます。広い範囲をまとめて切るなら股枝切りで、ピンポイントで切るならこぶ切りがやりやすかったです。上にある太い根の下側を切っておきます。なんかここがすごい変なことになってます。上に絡んでいる太い根を切っておきました。きれいに削っておきます。ここで違和感の正体を発見。見えますか？割れた鉢の破片ですね。ずいぶん昔にそこから根があまり出てこないように鉢を下に敷くっていう方法をやった記憶もあるんですけれども、多分その後植え替えもしてるんですが、根が絡んでいて見えなくなっていて取り外すのを忘れて何年も経ってしまっていたようです。下の方を削ってオキシベロンを塗って発根させようと思います。最悪発根しなければこの太いところは来年切り落とそうと思います。下からも根が出ているので切り落とすことは可能だと思います。発根促進剤のオキシベロンを塗っておきます。今回はこちらの薄い浅鉢に入れておこうと思います。しっかりと固定しておきます。
この辺りがオキシベロンを塗った根があるところなんですけれども、またこちらにもオキシベロンを染み込ませた水苔を詰めておこうと思います。しっかりと押し込んでおきます。しっかりとすき込んで、さっきの割れた鉢の破片で強度を整えておきます。削ったところにカットパスタを塗っておきます。この後に水やりをしてカットパスタが流れてしまったので、また塗り直しておきました。こんな感じで仕上がりました。今年は犠牲枝を伸ばして太らせつつ、浅い鉢で粘りも作っていって、枝も細かく作っていかなくてはいけないので、なかなか忙しい一年になると思います。頑張っていきましょう。この後水苔を上にかぶせて、保護しておきます。どうですかね、粘りができてきて座ができたら結構かっこよくなるんじゃないかなと思っています。幹模様が綺麗にできているので、座と枝作り今年はしっかり頑張っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。